これはヒメハチクイの巣ですが、ここにいるのはヒメハチクイのヒナではありません。羽化したばかりのミツオシエのヒナで非常に危険な存在です。ミツオシエの親は卵を産むと巣の中の他の卵に穴を開けました。しかし生き残った1羽のヒメハチクイのヒナが羽化しようとしています。ヒナはまだ目が見えていませんが、鋭く曲がったくちばしで本能的に刺します。その後数週間、ヒメハチクイの親鳥は自分の子供を殺した幼鳥を献身的に世話します。しかしこれは托卵の一例に過ぎません。托卵とは進化戦略で、ある動物が他の動物を騙して自分の子供を育てさせることです。托卵は特に鳥類で知られています。托卵する鳥は自分の卵を他の鳥の巣に置くことで、子育てという大きな負担を他者に任せるのです。通常托卵する鳥のヒナは早く羽化して育ての親となる鳥の関心を一身に集めます。あるものは他のヒナをくちばしで突いて殺し、また残りの鳥たちを巣から追い出します。一方で仮親にそこまで害を及ばさないものもいます。托卵する鳥が全て仮親のヒナを皆殺しにするわけではありません。コウウチョウはより大きな声で、より頻繁に、より大きな口で餌をねだり、仮親のヒナたちを圧倒します。最も平和的なズグロガモは自分の卵を他の鳥の巣に置いて羽化してもらい、羽化から数時間後には静かに巣を去ります。しかし托卵というひどい目に遭いながらも、仮親はなぜ立ち向かわないのでしょうか。実際仮親は托卵する親鳥を自分の巣から追い払います。さらなる防衛行為を行う仮親も多くいます。しかし仮親が托卵された卵やヒナを識別し排除するかはいくつかの要因によるのです。ツキヒメハエトリはコウウチョウの斑点のある卵を自分の巣に受け入れます。自分の卵は真っ白なのにもかかわらず。一方ネコマネドリはコウウチョウの托卵を一掃する達人です。ネコマネドリは自分の巣の最初の卵、通常ネコマネドリの卵ですが、その卵の形を覚えていて、それと異なる卵は全て捨てます。この報復的な対応は進化的競争を加速し、托卵する鳥は自分の卵を仮親の卵そっくりに進化させます。実は托卵された卵を排除する鳥は一般的に托卵された鳥のヒナには無頓着です。ヨーロッパヨシキリは自分の卵に似ていないカッコウの卵の排除は得意です。しかしカッコウの卵が羽化すると、仮親はヒナが自分の6倍以上の大きさになっても世話を続けます。ヒナの排除は稀な現象ですが、特筆すべき事例があります。ルリオーストラリアムシクイは卵を温めている間、卵に向かってさえずり、ヒナが合言葉として使う独特な鳴き声を伝えます。ルリオーストラリアムシクイの巣にカッコウの卵があると最初に羽化し、他の卵を押し出します。しかし早く羽化してしまうためか、カッコウのヒナは合言葉を覚えられず、餌をねだる鳴き声を正しく出せません。この時点で親鳥はその巣を捨てて別の巣を作り始めます。仮親たちは驚くほど多様な反応を示します。これは仮親の鳥にとって托卵がその環境にどれだけ長くいるか、そして適応するためにいかに進化を必要としたかを示しています。実際托卵された卵を排除しない仮親は自分の卵と托卵された卵を見分けられると報告されています。仮親には単に視覚情報への反応が欠如しているのです。おそらく托卵がなかった頃には反応するように適応する価値がなかったためです。仮親が托卵を認識するようになっても、それを取り払うことが最善策ではなかったのかもしれません。特に仮親が小さい場合は寄生者を殺せなかったか、自分の卵を傷つける危険があったのかもしれません。自分のヒナを托卵する鳥に皆殺しにされるよりも、偽物を粛々と育てる方が良いのかもしれません。托卵は恐怖や軽蔑の対象になりがちです。しかし托卵を捕食者と被食者の関係よりも不快だと思うでしょうか。人間の道徳を他の動物に押し付けることは生産的でしょうか。托卵は他の動物ではなく人間について語っているのでしょうか。どちらにせよ托卵は進化がもたらした魅力的な変化の一例なのです。チャンネル登録をお願いします。そこに新しい学習のチャンスがあります。